こんにちは。こんにちは。今回は私が好きになる人は好きになってくれないの大嘘を見抜けです。って思いますよね。いや、そうじゃなくて、めぐるはいつも自分が好きになった人とは 100% うまくいくって言ってますよね。過去動画でもよく言ってます。そうなんですよ。だからよく見てくれてる人もみんなそうだと思ってたんです。そうだと思ってた。はい。そしたら前回の片思い成就報告の動画の中で、成就した M さんの話の中で、彼女が自分が好きになる人には好きになってもらえないと無意識に自分で決めてそういう世界を望み作っていましたっていう部分が出てくるところがあるんですよ。はい、ここですね。めぐるは自分が好きになった人は 100% 自分を好きって思ってるけど M さんは真逆だったってことですよね。そう。そしたらコメント欄も含め私も M さんみたいに思ってるっていう人が続々出てきて、それはもうびっくりしたわけです。自分が好きになった人には好かれないって思ってる人が多いってこと？そうです。だってコメント欄だけでもこんな感じです。J さん、私も好きな人から好きになってもらえないという考えでした。M さん、私も好きな男性には好かれないが根底にありました。T さん、私も対象ではない方から好かれて、好きな人とはすんなりうまくいかないという思い込みがあったので、共感です。S さん、私も自分と付き合える妄想をしてしまった人とはうまくいかないと思い込む癖がありました。なるほど。A さん、好きな人に好かれないって思い込みの部分がめちゃくちゃ自分だと思いました。M さん、私も好きな人から愛されないという思い込みがあったようです。M さんで気づきました。わー、なんかこれ結構すごいね。好きな人から好かれないって思い込んでる人ってすごい多いかもしれないね。イルルさんはどうですか？好きな人からは好かれないと思っていますか？好きな人からは好かれると思っていますか？いやー、私は好きな人からは好かれるとは思っています。ただめぐるがいつも言うように 100% かどうかっていうのまではよくわかんないですね。私の場合は相手と実際に会ってみて、相手と接してる時に相手も私のこと好きなんじゃないかなみたいに感じながら好きになってることが多いです。なるほど。なら目の前にいる彼の言動でいろいろと判断することもあるってことになりますよね。そうですね。で、それももちろん好かれているかを測るバロメーターかもしれないと思います。でも潜在意識の話なんでね、それだけで言えばずいぶん前にめぐるが動画にした好きになった人は 100% 自分を好き、あれがまさにそう思うからそうなるになると思ってるんですね。そうですね。あの動画は思ったらそうなるですよね。はい。でもそれはめぐるの場合でしょうって思っちゃうんですよね。めぐるはそうかもしれないけど私は違うっていうか。イルルさーんそれじゃあ動画作った意味がないじゃん。わざわざめぐるの実話を垂れ流したのは自分だけが特別だと言いたい動画ではなく、誰でもそう思ったらそうなるよっていうことが伝えたい動画なんですね。はい、分かってますよ。自分が好きと思ったら相手も好きって思ってるから相手が必ず好きになるっていう状況が生まれるってことですよね。はい、超シンプルですよね。シンプルですよね。でもこれだけ多くの人が好きな人から好かれないって思い込んじゃってるんですよ。そうなんですよ。だからびっくりしたんですよ。おそらくめぐるのこの動画も見てくれた人も全然いるはずで、だから不思議なんですよね。いや、不思議ではないですよ。だって好きな人から好かれないって思っちゃってるんだから。好きな人から好かれないと思ってる人は好きな人から好かれるに変えるだけじゃん。変えるだけじゃんって今
いろんなものを敵に回しましたね。いろんなもの回してないです。いや、これまず好きな人に好かれないって思い込みに気づいていないっていう人はいると思うんです。なるほど、いると思います。はい。気づいていないので、ある人を好きになってなぜかうまくいかないみたいなことが3人続くとします。その時になぜかうまくいかないなとは思うと思うんですよ。でも、そこに好きな人からは好かれないっていう思いが潜んでいることに気づかないっていうかね。まあそれはね、大いにありそうですよね。はい。でも好きな人からは好かれないってすごい嫌だよね。まあだけどそんなの勘違いが観念になっちゃっただけなんで、嘘なんでね、大嘘。その大嘘見抜くんですよ。大嘘。例えば片思いの彼に告白しないまま終わっちゃった青春の1ページがあるとしますね。はい。その場合でも好きな人からは好かれなかったってなってる人もおそらくいると思うんです。そうですね。告白しなかっただけなのに好きな人からは好かれないに直結させると、普通に考えてもつながってないですよね。そもそも相手に言ってないんだから、相手も好きだったかもしれないしわからないんですよ。まあそういうことは大いにあると思います。はい。で、仮にですよ、告白して振られたとしますよね。そしたら確かにその場、その瞬間では、好きな人からは好かれないだったかもしれないです。人としては好きだけど付き合うまでには至らないとか、実は付き合いたいほど好きだけど受験だ就活だいろんな事情で今は付き合えなかったのか、細かな事情はいろいろあるかもしれないし、でもそんなことを考えたらさ、振られたとしても好かれていないに直結させなくていいとめぐるは思ってるんですけど。まあね。でも振られたわけだから一旦好きな人からは好かれなかったって思うとしましょう。そしたら私って好きな人からは好かれない人だわみたいに思うのはあり得ると思います。いるるさーおかしいですか？いや、それたったの1回ですよね。なんでそのたったの1回で好きな人からは好かれない私で決定づけちゃうんですか？いや、それは1回だけど、でも2回3回って同じことが続いたら、やっぱり私は好きな人からは好かれない運命なんだなとか思いそう。確かに好きな人から好かれなかったっていう思い込みが何度も続くのはもう観念のようになってしまったってことですね。私はもう好きな人に好かれない人ですってもう強力に思い込んでるので、もうそういう世界が広がるしかないんですよ。そうでしょうね。だから繰り返すってことですよね。そうです。潜在意識はそう思うからそうなる。思ったらそうなるだけのシンプルな法則ですから、私って好きな人に好かれないんだよねって思い込んでたら、好きな人に好かれないって思うような状況が延々と続くことになるもんね。そうです。でも好きな人に好かれないっていう変な思い込みに気づいたなら、好きな人に好かれるに、しちゃってもいいわけですよね。変な思い込みがあったなって気づくだけでいいの？はい、気づくだけ。先日片思い成就報告動画で M さんが好きな人には好かれないって言っていて、私も同じように思ってたわって気づいた人は多かったんですけど、これ別に関連探しする必要はないですからね。関連探し。はい。好きな人には好かれないという観念を持っているのに気づいたとします。こういうことに気づくと、他にもいろんな観念があるからなかなか叶わないんじゃないかとか、変な方向に突っ走ることがあるんですよ。エゴは考えるのが好きなので、関連探しの旅に出るんですね。でもそれはいろいろな観念に気がつかなきゃ叶わないって条件付けしてるのと同じなんで、そういう余計なことはする必要がないってことです。好きな人には好かれないっていう観念や思い込みって結局はうまくいってない自分になってるってことだよね。そこです。ビンゴ。そこが大事なんです。どんな観念があるかほじくるんじゃなくて、
そもそも恋愛がうまくいかなくなるとか、うまくいかない自分になることがあるんだって気づきさえすればいいと思うんですね。こんな観念、あんな観念、いろいろあると思うんですけど、どっさりと。でも結局はうまくいってない自分になってたのかっていうだけなんで、気づいたし、改めて自分が当にうまくいってたらどんな風に過ごしているかとか、どうありたいか考えようみたいな感じでいるといいと思います。だからめぐるはあんまり観念の話はしてこなかったんですかね。ちょいちょいしてったとは思うんですけど、観念とか複雑に考えようとするとエゴに飲まれるんですよ。だからそうじゃなくて、単にうまくいってない自分になってたかもな、でもうまくいく自分だっていいしなぐらいの、感覚でいればいいんじゃないかなと思ってます。なるほど、そうですね。そうですね、複雑に考える必要は全くないし、複雑にしようとするのは全部エゴと捉えていいですからね。というわけで今回はこの辺で。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお願いします。